お願い、誰か助けて、あの子を助けてあげて。戻ったということか。それなら初めからやり直さないと。何ここ。牢屋？なんで？ねえ、ここどこなのかな？うるさい。大丈夫だ。私は正しく振る舞える。彼女の顔を見ても平気だ。ああ、エマ。驚くことでもない。私と君はルームメイトになった。ただそれだけの話だ。どうしてまた私の前に現れたんだ。ああ、ほら、そろそろ始まる。あ、もしもし、映像って見えてます？なんせ古くて故障が多いので、やれやれ。私、極長と申します。詳しい説明がしたいので、ラウンジに集合してください。官房の鍵を開けますので、看守の後についてきてください。抵抗とか自由なんですが、命とかなくなっちゃうので、はい。動揺していたとはいえ、私の行動はどうかしていた。なぜあれほどまでに衝動的になってしまったのか。理性を保たないといけない。そろそろあれが来る。局長？看守？この牢屋敷の看守、私を殺した化け物。ヒロちゃん。触んな化け物。キモいから。わかった、わかりました。行くから。待ってよヒロちゃん。
なところで会うなんてすごくびっくりしちゃった。私は全く驚いていない。いろいろあったけど、僕らまた前みたいに友達に。悪いがそのつもりはない。私は君を許せないし、その事実は変わらない。話はそれだけか。じゃあ僕諦めな。これがエマの本性だ。もうその手には乗らない。二度と会いたくなかった。私はこの後看守に殺される。まずは暴走して看守に殺されるのは避けないと。この子たちは魔女。私を含めて全員存在が間違っているもの。いずれあの看守のように化け物になる。いや、私は間違った存在じゃない。間違っているのは彼女の方だ。みんな初対面だし、自己紹介をしていこう。私の名前は二階堂ヒロ。以後よろしく。君、ずいぶん落ち着いているんだね。ひょっとしてここのことに詳しいのかい？いいや、全く。まあいいか。私の名前は蓮見レイヤだよ。よろしく。あのさ、レイヤッチ、あてしあんたのことテレビとかで見たことある気がすんだよね。彼女は芸能人だ。舞台やテレビで活躍している。はあ、あてしはそっちの王子系に話しかけてんだけど。どうでもいい情報に時間を割きたくない。ちなみにサインやコラボは受け付けていない。なんこいつ。さっさと自己紹介をしてくれないか。あてしの名前は沢渡ここです。紹介ありがとう。自己紹介がまだの子。私は立花シェリーって言います。事件があるところに私あり。この名探偵にお任せくだそう。じゃあ次の子。さい。あれ？いじってくれないんですか？君に興味がない。で、他に紹介していない子は誰だ？ちょっとあなた、なんでそんなに偉そうなんですの？一体何様の。黙ってくれないか。でも自己紹介はしてもらわないと困る。名前を教え合う流れは抑えておかないと、私と君たちで認識の齟齬が生まれてしまう。正しくない歪みが生まれるのは良くない。ヒロちゃん、変わってないんだね。君はヒロ君と知り合いかい？見た感じ、他にはもともと知り合い同士だった子はいないようだけど。僕の名前は桜庭エマ。ヒロちゃんと幼馴染で、中学では別のクラスだったんだけど、昔からヒロちゃんは
学級委員長だったり生徒会長だったりしたから。ああ、そんな感じがするね。この場を仕切るのは彼女に任せた方が良さそうだ。気分を害したのならすまないが、君も名前を教えてもらってもいいかな。当のハンナですわ。お見知りおき遊ばせ。次。あらあら、ずいぶんせかすのね。私の名前は宝生マーゴよ。無駄話は許されない空気なのかしら。残念。名前だけ教え合えたらいい。もうすぐこの監獄について説明がなされるし、時間をあまり無駄にしたくない。どうして？あなた、どうしてそんなことを知っているの？私の名前は黒部なのか？あなたは何者？先ほど名乗った通りだ。別に何者でもない。はい、次、そこの。神メルルです。次。怖い。おじさんもう心が折れそうなんだけど。おじさん？いいから君の名前を名乗ってくれないか。佐伯ミリアです。いちいちめんどくさいことしているな。ノロノロと。彼女の名前は夏目アンアンだ。そこの君、紹介がまだのようだが。名乗りたくねえな。うちおめえみたいなの嫌いなんだよ。いかにも仕切り方が委員長って感じで寒気がする。紫藤アリサ、君は私が委員長だったことを聞いていたようだ。私に興味津々なのかな。はあ？それであっちで勝手な行動をしている子が城ヶ崎ノアだ。以上。ヒロちゃん、なんでみんなの名前知ってるの？とっても気になりますよね。ここは名探偵の出番でしょうか。少しことを焦りすぎたか。あるいは情が移るのを避けたかったのかもしれない。二階堂ヒロさんがみんなの名前を知っていた理由、それはですね、ズバリ超能力ですね。彼女はみんなの心が読めてしまうんですよ、きっと。そうだったの、ヒロちゃん。なわけねえだろ、こいつらアホ。私からいいかな。みんなよくわからない服を着せられているよね。各自服のポケットを見てほしい。スマホを配給されているようなんだ。これは本当だ。これがあれば外と連絡できるかも。いや、残念ながら県外で外との連絡手段にはならないみたいだ。このスマホの中に魔女図鑑というアプリが入っていてね、私たち全員の名前が記されていたんだよ。謎はすべて解けました。ふっふっふ。二階堂ヒロさん、あなたはこの魔女図鑑を。最後まで言う必要ねえですわ。もうみんなわかってますし。私は早々にこの監獄の日々を終えたから、知らないことがあまりに多い。情報は多ければ多いほどいい。しばらくは情報を得た方が賢明だ。そろそろ時間だな。あ、人がいっぱい。改めまして、この屋敷で管理を任されているかわいいフクロウ、極長と申します。定時とかもあるので、
さっさと説明をしていきますね。あと、すんごく申し上げにくいんですが、皆さんは魔女になる因子を持っています。私は悪者じゃない。なんだこの気持ちは。なぜ。耐えるんだ。皆さんにはこの春から囚人として生活してもらいます。救済がなくもないのですが、大魔女さえ見つかれば皆さんの呪いを。でも期待とか持たせてもよくないですよね。忘れてください。大魔女。ちなみに看守はかつてここに収容された者が魔女になってしまった姿です。慣れ果てと呼ばれています。多くの魔女になった者は処刑されますが、組みしやすいものをマインドコントロールしてます。逆らったら殺すように洗脳してしまったので、ほんとすみません。逆らったら死んでください。忘れるんだ。私は死を回避した。もう二度と暴走なんてしない。ヒロちゃん、すごく顔色が悪いけど大丈夫？放っておいてほしい。やはりエマの存在を認知すると感情の抑制が効かなくなる。しかし私はそこまで感情的な性格ではないはず。一体私に何が起こっている？あと何個もすみません。最後に皆さんに最も大切なことを伝えておきます。魔女になりつつある者は抑えきれない殺意や妄想に疲れてしまいます。面倒なことにいずれ囚人間で殺人事件が起こるんですよ。殺人事そうなんですよ。毎度のことなんですよね。さすがにそんな危険人物とは一緒に生活できませんよね。というわけで、殺人事件が起こり次第、魔女裁判を改定します。魔女になった囚人は処刑しますので、詳しくは魔女図鑑をご覧ください。では私はこれにて。魔女化による殺人衝動。あれが魔女化によるものだとしたら、つまり私はすでに魔女化が始まっている。心当たりはエマとの再会。私にとって彼女との再会はそれほど大きなストレスだったのか。落ち着け、気を確かに持て。もう大丈夫だ。私は私のままでいられる。私は魔女になど決してならない。この世界に秩序をもたらす正しき者として魔女を裁く存在となってみせる。
It's what the starry eyes Seen Lutki Gaurku So many latte lies So I guess moreやっほー、沢渡ココだよー。あてしのこと見えてる？ちょっと、何をしていますのあなた。勝手に入んなって。今あてし配信してるんだから。配信？そんな機能もあるんですの？ほー。なるほどね。こりゃひでえ。黒幕がいて、あてしが化け物になって。最低。あなた、誰と話してますの？はあ？アーティストだよ。アーティシ？自分で自分に話しかけているってこと？あなたまさかやべえやつなんですの？だからお嬢は入んなって。今重要なとこなんだから。アティシを配信に移すことで、あっちのアティシとアンテナが繋がったの。つっても、魔女化が進んだアティシしか使えねえ能力みたいだから、今のアティシはあっちのアティシから限定的な情報を得るくらいしかできんけど、アティシが死ぬとこまでだけど、だいたいわかっちゃった。許せないよね。アティシが死ぬなんて。アティシは推しに会うまで死ぬわけにはいかないんだし。なあ、アティシの配信見てるやつさ、いるんだろ？そっちのことも見えてっから。全部ひっくり返しちゃおうっと。